皆さんこんにちは。オーストラリアからゆうかです。今日はですね、1ヶ月電気なし生活で私が学んだことというテーマで、動画をシェアしたいと思います。この動画に初めてね、ちょっと遊びに来てくださった方にちょっと最初に説明しようと思うんですけど、この背景からも分かるようにですね、私は2019年に、旦那さんと一緒に、山を購入して、その山に引っ越して、現在そのキャビンをね自分たちで建てながら、生活をしています。でその様子も他の YouTube の中でね YouTube の中でビデオも動画をアップしているんですけど、最初にですね、今ねちょっとこのキャビン生活やっと3ヶ月ぐらいに34ヶ月突入っていう感じなんですけど、最初の1ヶ月が電気なし生活をしていたんですね。で、実際に、皆さん普段暮らしていてね、その電気が全くないっていう状況ってあまりないと思うんですよ。で、私も自分の人生の中で停電のね経験はあっても1ヶ月っていう長い時間の間電気のない生活ってやったことがなくって、でその中でやっぱり自分が初めてこれを経験してすごく学んだこともたくさんあったので、ちょっと参考になるかどうかはわからないんだけど、ちょっとねその時の話をねシェアしようかなっていうふうにちょっと思ってビデオを作っています。このキャビンを建てて最初にそのもう外枠と、もちろん床があって、こういうボックス状態で、とりあえず雨風しのいで住めるっていう形になったところにもう引っ越したんですね。で、電気がないっていうことはつまりはまず明かりがないです。明かりがないで、次にその冷蔵庫がない状態で、もちろんエアコンとか扇風機とかそういうその時はちょっとまだ冬の終わりぐらいだったので、そのちょっと体を温めるヒーターみたいなのもなかったですし、あとは携帯とかパソコンとかを、充電するっていうこともできませんでした。あとは、お洋服とかの、洗う洗濯機もないし、電子レンジ、チンしてすぐ食べれるご飯の電子レンジもなかったし、自分のねお風呂シャワー浴びた後の髪を乾かすドライヤーもないっていう、もう本当にもうそれ全てが全くないっていう状況ですね。もう本当にキャンプっていう感じでスタートしました。この1ヶ月間そういう生活をしている中で私が一番困ったものトップ2は1つ目はやっぱり充電器です。携帯とパソコンの充電ができないっていうのが、本当に実は大変でした。やっぱり携帯はそのただね SNS を見るっていうことだけじゃなくて、あらゆる機能がやっぱりついているので、仕事の面でもそうだし、例えば天気を見たりとか、その何か重要な連絡をこういうコミュニティの場で取ったりしなきゃいけないとか、やっぱり携帯はどうしても必要で充電しなきゃいけなかったので、その1ヶ月間はもうほとんど毎日車で充電していました。なのでその車を動かしてたりするのも大変だったし、それがちょっとやっぱり不便でした。で、あとパソコンっていうのはパソコンはもう本当に車とつなぐこともできないから1ヶ月間まるまる本当に使えなかったです。それはねやっぱり不便でした。パソコンがなくても携帯があれば大丈夫かなって思ってた時もあったけど、やっぱりパソコンがないとこう打てないとか調べにくいとかそういうこともあったので、すごく大変でした。で、もう一つ大変だったのが、冷蔵庫ですね。ちょうど、9月の終わり頃だったので、まだもう今みたいにものすごいオーストラリア夏なんですけど、カンカン照りですごい暑いってことじゃなかったので、まだ助かってたんですけど、その1ヶ月間はそのなんていうクーラーボックスを持っていたので、その中にアイスを買ってきて、アイスを入れて、それで例えばもう冷やしてというか、冷蔵庫代わりにしてなんとかしのいでいました。で、そのアイスもね、夏だったらもちろんもう1日もしないうちに多分溶けちゃうと思うんですけど、その時はまだね気温が低かったので、2日ぐらいは持つかなっていう感じで、2日に1回またそのアイスのバッグを買いに行くっていう感じで、もうその作業も大変で、それがねやっぱりその入れてるものも早く使わないと腐っちゃうしっていうそのストレスもあって、
それがね私的にはその一番ダメージがちょっと大きかったかなっていうふうに思います。1ヶ月ねその全く電気がない生活をしている中で、メリットもデメリットもねやっぱり何に関してもね出てくると思うんですけど、メリットとしてはやっぱりそのだんだんね人間慣れてくるんですよなのでその最初はものすごいきついと思ったこともちょっとずつやっていくとなんか少しずつ慣れてきます。で他にはそのやっぱりその分携帯とかを見れない分やっぱり自然をねせっかくこういうところにいるんだから自然をもっと楽しもうっていう風な気持ちになってくるし、明かりがないならないでその時はこういう電池を入れてつけるその夜用の懐中電灯じゃない懐中電灯も使ってたけどこういう小さいキャンプ用の電気を使ってたりね、それも明かりが限られているのでやっぱりその分外に出て星空を見てそれを楽しむとか満月を楽しむとかそういう方にこう意識が自然といくようになったり自然に対してのこうなんていうのかな自分の見る注目度がもっとすごく大きくなりましたね。あとはやっぱりその電気代をね払わなくていいっていう心配、全く払わなくていいんだっていうねそういう心配がないっていうのもあったし、携帯に関してはやっぱりね今までがもうずっとこう一日中何かしら見ている感じだったのでやっぱりちょっとそういうものから離れるっていうのも大事だなっていうふうに思ったし、使えなかったら使えなかったで死ぬわけじゃないんだなっていうのも分かったし、なくてもどうにかなるかなっていう感じでしたね。プラスあとは電磁波のね問題もそういう電気のものが自分の周りにない分そういう電磁波の問題も前そのアパートに住んでた時よりちょっとストレスレベルはねかなり下がりました。でデメリットとしてはやっぱり今はねもうその電気はあるんですけどもその電気を使える量っていうのはやっぱ限られてるのでそれをちょっと気にしながらそういうやっぱり町に住んでた時とは違うのでいくらでも使い放題っていうわけじゃないので、節電しながら使うでもそれは結局環境にも優しいのでいいのかなっていうふうに思います。であとはやっぱりその時はですねやっぱり電気がない時はスケジュールを組んで例えば冷蔵庫に関してなんか言うとちゃんとこの買う時もねいつもだったら1週間分買ってたけど1週間分も買えないのでやっぱりちょこちょこ買って買いに行くっていう、それがちょっとまたデメリットであったんですけどそういう風にちょっとずつ買って考えながら使っていくっていうことであと洗濯機もやっぱりないので考えながらその洋服を選んだりとか洗濯できる日の予定をスケジュールを組んでこう使って洋服を着ていくとかそういうことを、考えなきゃいけないっていうのがね、デメリットって言えばデメリットです慣れてきちゃえばもうなんてことないんですけどかなっていうふうに思いました。現在はもう4ヶ月ぐらい経ってどうしてるかっていうと、ソーラーパネルをつけたのでソーラーパネルを使って、電気を賄っています。なので、私の住んでるところは本当にオフグリッドで、水道も引けないし電気も引けないしっていう状況なので今後大規模な工事をしたら電気は引けるかなっていうのはあるんですけど場所によってもできないところあってここの今住んでいるこの場所は、電気は引けないかなって思っています。なので完全にソーラーパネルの力だけで太陽の力だけで電気を賄っています。で現在は冷蔵庫も買ったのでソーラーパネルの力で冷蔵庫が動いています。これはね私がすごいとにかくストレスレベルが下がって冷蔵庫があるっていうのが本当に、嬉しかったことの一つです。でオフグリッド生活とかキャラバンのああいう大きい車でね移動している人たちっていうのはだいたいその12ボルトの電気を使っています。一般家庭だと240ボルトなんですね。それに比べるとたったの12ボルトしかないんです。なのでその大きなものやっぱり電子レンジとかドライヤーとか、そういう大きなコンセントをつながってエネルギーを使うものっていうのは、もう私もほとんど諦めてるというかその12ボルトのものを探さないと使えないなっていう感じです。で実際私たちのうちにも12ボルトの太陽のエネルギーからもらった12ボルトを240ボルトに変えるマシンがねあるんですよ。でこれを使えば例えば今まで持っていたコンセント
のものを指して使うこともできます。だからこれによってパソコンは使えます。あとは、そういうなんていうのか、お料理に使う、今まで使っていたそういうブレンダーみたいなものもこれを使って使うことができます。でその他のものに関しては、携帯のね充電とか、冷蔵庫とかそういうものはその 12V から全て賄っているので、やっぱりこの 12V というか太陽の力すごいなっていう風にね、すごい驚いています、私自身。で洗濯機も今はちょっとまだないんですけど 12V で動くものもあるので、それを将来的には使おうかなっていうふうに思っています。こういうものを使う時にはやっぱりですね、予定をね立てないといけなくて、夕方とか夜になってからじゃあ洗濯機回そうとか、携帯とかねパソコン充電しようかっていうふうにはやっぱりそういうふうにいつでもどこでもできるっていうわけじゃないので、やっぱり朝の7時ぐらいから太陽の光が出てすごく日照時間強い時間になるべくいろんなものは充電しておくとか、そういうお料理とかに関してもブレンダーとか使うんであればそういうものは前もって用意しといて作るとか、ちょっと計画的に、やるようになりました。自分がそのオフグリッドこういう生活をして、電気が1ヶ月ないっていう状態で学んだことっていうのは、やっぱりまず今までどれだけ自分がその電気を無駄に使っていたかっていうのをすごく実感しました。やっぱり限られてる量しか使えないって思うと、それが別にストレスになるほどではないんですよ。やっぱりなんか結構快適に使えているので、快適に使えているからこそ前が無駄遣いしすぎてたんだっていうことに気がつきました。さっきも言ったみたいにやっぱりね、人間だんだん慣れてくるんですよ。だからなんかなければないでいいし、限りがあるって思えばその中で使えるんだなっていうことも分かりました。それと同時にやっぱりないとね、パソコンとか携帯とかやっぱり充電できないと困るもの、普段の生活の中でないと困るものもあるんだなっていうのも気づきましたし、はやっぱりね、自然とね一緒に生きていく。例えばやっぱり雨の日もあれば曇りの日もあるし、自分のね人間の好き放題に何でも使えるっていうものじゃなくて、自然に感謝して自然の力をいただいているっていう中で生きるって、そのことに楽しさを自分の中で見出せているので、それがね新しい発見だったかなっていうふうに思います。じゃあこのオフグリッドじゃなくても、都会に住んでて、アーバン生活をしている人たちでも、できることってやっぱりあると思うんですよ。本当に基本的なね、子供の頃親に言われたようなことで、電気をこまめに消すとか、あとは元電から電源を消すとか、なんかそういう些細なことからでも節電はできるし、例えばお家でね家庭を持ってる方はその電気の電力エネルギーをもうちょっと自然のものに、今そういう自然にエネルギーを使う会社とかもどんどん出てきてるので、そういうところにちょっと変えてみたりとか、ソーラーパネルをその災害とか緊急事態用に設置するっていう方法も、一つの方法だと思います。あとは例えばその検索エンジンとかね、パソコン使う人は検索エンジンで、例えば木を植林できる検索エンジンとかもありますね。使うことにそういうものに変えてみるっていうのもいいのかなっていうふうに思うし、私もねこれをやってみたいなと思うんですけど、ろうそく生活ですね。その別にずっとろうそくを使うわけじゃないんですけど、例えば夜こうちょっとろうそくをつけて電気をつけないでちょっとおしゃれな雰囲気を楽しんでみたり、その中でこう例えば、ヨガとかね瞑想とかちょっとおしゃれなことを、してみたり、ちょっとリラックスする時間とか、あとは早寝早起きすれば必然的にその電気を早く消す時間にもなるし、あとは例えばこれから家をね建てようとか考えている人は、大きな窓をなるべく取り入れて光がたくさん入る自然光をなるべく、取り入れて、なるべく電気をねいっぱい使わなくてもいいようなお家をちょっと選んだり設計してみたりとか、本当にできることは人それぞれ、みんないろんなレベルでできるレベルがあると思うので、そういう風にしてみるといいんじゃないかなっていう風に思います。はい、それじゃあ今日はですね、私が電気のなし生活1ヶ月過ごしてみて、分かったことについて動画をシェアしてみました。最後まで見てくださってありがとうございます。
それではまた次回のビデオでお会いしましょう。See you next time! バイバイ